健三さん、覚えてる？日本に来て最初の冬の朝のこと。ホームステイ先での？朝6時に目が覚めて、窓の外が真っ白だったの。雪？最初はそう思った。でも、カーテンを開けたら、霧だった。すごく濃い霧。冬の朝はそういうことあるね。ホストファザーがもう起きてて、玄関のドアを開けて外を見てたの。寒くない？寒いはずなのに、彼、すごく穏やかな顔してた。何を見てたの？それが何もないの。ただ霧。見えるのは白い空気だけ。不思議だね。私は寒いのに何してるんだろうって思った。正直に言うと。わかる。ベトナムからいきなり日本の冬だもんね。でもその後、気づいたことがある。彼、毎朝やってたの。雨の日も、曇りの日も、晴れの日も、毎朝？必ず朝、外の空気を感じる時間を作ってた。たった3分くらい。天気が悪くても？悪くても。むしろ、雨の日の方が長く経ってた気がする。どうして？その時はわからなかった。日本人って変わってるなぁくらいに思ってた。失礼だね。でも、本当にそう思ったの。ベトナムだったら、寒い、早く閉めてって言われるよ。文化の違いだね。でも、1ヶ月後、私も同じことしてた。え？気づいたら、毎朝、外の空気を感じてた。最初は意味がわからなかったけど、今ははっきりわかる。何が？なぜ日本人が天気をそんなに大切にするのか。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。私は健三です。みつきです。今日は日本の天気と心について深く探求していくよ。みつきの体験を通して日本人と天気の特別な関係を学んでいこう。さっきの話の続き、気になるでしょ？すごく気になる。なんで毎朝外を見てたの？それを理解するには、まず基本から始めないと。日本人にとって天気って何なのかただの天気じゃないってこと？全然違う。日本語を勉強し始めてびっくりしたんだけど、何に？天気の言葉が多すぎる。多いね、確かに。ベトナム語だと雨はムア、それだけ。日本語は？小雨、右雨、にわか雨、通り雨、夕立、長雨。まだあるよ。春雨、秋雨、梅雨。遠すぎ。なんでそんなに細かく分けるの？いい質問だね。最初は日本人は雨が好きなのかなって思った。違う？違う。好きとか嫌いじゃなくて観察してるんだ。観察？日本人は天気を見るんじゃなくて感じるの。どういう意味？例えば朝起きて天気予報を見るでしょ？見るね。ベトナムにいた時の私は今日は雨か晴れかだけチェックしてた。でも日本人は違う。どんな雨か、どんな晴れか感じる。細かいニュアンスを大切にする。そう。それでさっきのホストファザーの話に戻るんだけど、毎朝外を見てた話ね。ある日、勇気を出して聞いたの。毎朝何を見てるんですかって。なんて言われた？今日の空気を確かめてるんだよって。空気？今日はどんな一日になるか空気が教えてくれるって。深いね。最初は天気予報を見ればいいじゃんって思った。現実的だね。でも彼は続けていったの。天気予報は頭で理解するもの。でも空気は体で感じるものって。情報と体験の違いだ。まさに、その時パッとわかった。何が？日本人にとって天気は
情報じゃなくて体験なんだ。なるほど。だから言葉が多い。体験が豊かだから、それを表現する言葉も豊かになる。いい気づきだね。でしょ？わかりやすい例えで説明するね。うん。音楽を聴くときのことを考えて。音楽？プロの音楽家と普通の人が同じ曲を聴いても、聞こえ方が違う。そう、音楽家は細かい音の違いを聞き分けられる。訓練してるからね。日本人は天気を聞き分ける耳を持ってるの。面白い例えだ。毎日観察してるから微妙な違いがわかる。今日の雨はいつもと違うとか。それが文化になってる。うん。そしてこれには理由がある。理由？日本は四季がはっきりしてるでしょ？そうだね。でも季節の変わり目が急なの。急？昨日まで暖かかったのに今日は急に寒いとか。よくある。だから毎日天気を確認する習慣ができた。農業のためにも大事だったし。生活に直結してたんだね。そう。天気を読めないと生きていけなかった時代があった。それが今でも続いてる。でも私、最初これを理解できなくて大失敗した。どんな失敗？それは後で話すね。先によくある間違いを説明したい。外国人がよくやる間違い？そう、私もやったやつ。ところで、聞いてる人の中にも天気で失敗した経験ある人いそう。絶対いる。天気予報を信じすぎたとか。折りたたみ傘を持たずに出て豪雨にあったとか。あるある。コメントで教えて。一言でいいから。傘忘れて風邪ひいたとか。みんなの体験聞きたいな。じゃあ日本の天気でよくある間違い3つ話すね。これ知らないと困るやつ？困る。私全部やって困った。経験者は語る。その1、天気予報を 100% 信じる。信じちゃダメなの？ダメじゃないけど、日本の天気は変わりやすい。特に春と秋。そう、朝晴れてても午後に急に雨とか。よくあるね。私、最初の年の春に晴れって予報を見て薄着で出かけた。どうなった？午後、急に寒くなって震えながら帰った。春の天気は難しいからね。日本人の友達が、だから重ね着するんだよって教えてくれた。天気が変わること前提で準備する。それが大事。その2、梅雨を甘く見る。これは危険。私、雨の季節くらいに思ってた。違う？全然違う。毎日毎日毎日、雨。6月から7月ね。洗濯物が乾かない。部屋がジメジメする。気分も落ちる。メンタルに来るんだよね。あれも教えてくれなかった。梅雨は我慢の季節だって。確かに。除湿機買えばよかったって後から気づいた。準備が大事。その3は？これが一番大事。季節感を無視する。季節感？日本人は季節ごとに服を完全に変えるでしょ？衣替えね。最初めんどくさいって思った。わかる。同じ服を一年中着ればいいじゃんって。でも日本の気温差半端ない。夏は35度。冬は0度。そう。同じ服じゃ無理。季節に合わせないと体を壊す。実際私、最初の冬に体調崩した。寒さ対策が足りなかった？ちょっと寒いくらい大丈夫って思ってた。甘かった。インフルエンザになって1週間寝込んだ。それは大変だったね。ホストファミリーがすごく心配してくれて余計申し訳なかった。じゃあ、正しいアプローチは？ 3つのルールがある。教えて。1つ目、
日本人を観察する。観察？みんなが何を着てるか、何を持ってるか見る。真似するってこと？そう、みんなが傘持ってたら、晴れてても持つ。現地の人が一番よく知ってる。まさに。二つ目、重ね着の技術を学ぶ。これ大事だね。日本の天気は一日の中で変わるから。朝寒くて昼暑いとか。だから脱ぎ着できる服を着る。カーディガンとか。調整できるようにする。ベトナムにいた時は考えたことなかったけど、日本では必須。三つ目は？季節の変わり目に敏感になる。具体的には？ 3月、6月、9月、12月。この4つの月は要注意。季節が変わる時期だね。この時期は毎日天気をチェックして服装を調整する。なるほど。あと、日本人がよく使う言葉を覚えるといい。どんな言葉？三寒四温とか。3日寒くて4日暖かい。そう、春先によく使う。これを知ってると、あ、今そういう時期なんだってわかる。言葉が季節を教えてくれる。そうなの。花冷えとか秋晴れとか。天気の言葉が文化を表してる。まさに。だから天気の言葉を学ぶことは文化を学ぶことなんだ。いい気づきだね。じゃあ具体的に何から始める？今週のチャレンジ？超簡単なやつ。どんな？明日の朝、天気予報を見る前に、窓を開けて外の空気を30秒感じてみて。30秒だけ？目を閉じて空気を吸って温度を感じる。それだけ？それだけ。でも毎日やる。7日間？ 7日間。そしたら天気を感じる感覚が分かってくる。情報じゃなくて体験として。そう。これがスタート。さっき大失敗したって言ってたよね。恥ずかしい話。何があったの？日本に来て最初の夏のこと。夏？7月の終わり。めちゃくちゃ暑い日。友達と花火大会に行く予定だった。楽しそう。朝、天気予報を見たら、晴れ。気温35度。暑いね。だから薄着で日焼け止めだけ塗って出かけた。準備万端じゃん。そう思ってた。でも、どうなった？午後3時くらいかな。急に空が暗くなった。ちょっと曇っただけって思った。そしたら、雨どころじゃない。豪雨、雷、風。夕立だ。夕立って言葉、その時知らなかった。準備してなかった？全然。傘もカッパもない。薄着だから体冷える。大変だったね。一緒にいた日本人の友達、ちゃんと折りたたみ傘持ってた。やっぱり。なんで？晴れって言ってたじゃんって聞いたら、なんて？夏の午後はいつも変わるよって普通に言われた。常識だったんだね。びしょ濡れになって風邪ひいて花火大会も行けなかった。それは辛い。でもその経験で学んだの。何を？日本で生きるには天気を予測するじゃなくて備える必要があるって。予測と備えの違い。天気予報は多分こうなる教えてくれる。でも絶対じゃない。だから備える。そう。日本人は晴れの日でも傘を持つ。もしかしたらのために。それが知恵なんだね。そうなの。でも一番心に残ったのは、何？びしょ濡れで帰った夜、ホストファザーが言ったこと。なんて言われたの？天気を恨んじゃダメだよって。深いね。雨は雨。それを受け入れることが大事って。その時、やっと気づいた。何に？なんで毎朝外の空気を感じてたのか。最初の話に戻るんだね。
彼は天気をコントロールしようとしてなかった。じゃあ何を？受け入れる準備をしてた。受け入れる準備。今日がどんな天気でもそれを受け入れて楽しむ。それが朝の儀式だったんだ。そう。雨なら雨の良さ。曇りなら曇りの良さ。天気に文句を言わない。日本人、雨の日でも笑顔で、いい雨ですねって言うでしょ？言うね。最初は、なんで雨なのにって思った。今は？今はわかる。雨も恵み。植物が喜ぶ。空気が清められる。見方が変わったんだね。変わった。天気との関係が変わった。それを教えてくれたのが、あの夕立。そう、最悪の経験が最高の学びになった。いい話だね。それから私も毎朝やるようになった。外の空気を感じること？うん。今日はどんな天気か体で感じる。続いてる？3年経った今も続けてる。すごいね。不思議なんだけど、これやると一日が変わる。どう変わる？天気に振り回されなくなる。雨でもイライラしない。受け入れられるようになった。そう。むしろ雨の音を楽しめるようになった。日本人の感覚に近づいた。うん。これが文化を学ぶってことなんだって思う。さて、今日のベストフレーズ3選。今日学んだ中で特に覚えてほしい3つ。1つ目は、空気を確かめる。天気予報よりまず外の空気を感じる。情報より体験。そう。これで天気との関係が変わる。2つ目は、備えあれば憂いなし。日本の古いことわざ。準備が大事ってことだね。うん。晴れでも傘を持つ。暑くても上着を持つ。それが日本で快適に過ごす秘訣。まさに。3つ目。雨も恵み。これが一番大事かも。天気を恨まない。どんな天気も受け入れる。それが心の平和につながる。この3つ、明日から意識してみてね。今日のスクリプト、全文はブログで読めるよ。ベストフレーズ3選も漢字付きで載ってる。復習したい人は概要欄のリンクをチェックしてね。そして、チャレンジの報告、待ってるよ。30秒外の空気を感じるチャレンジ。やったら、やってみたってコメントしてね。何を感じたか教えて。冷たかったとか、鳥の声が聞こえたとか。一言でいいから。あと、さっきの質問。天気で失敗した経験。ある人は教えて。絶対面白い話があるはず。私の豪雨でびしょ濡れより面白いの待ってる。みんなの体験談楽しみだね。次回は次は何？日本の四季を感じる言葉。季節の表現？うん。春夏秋冬、それぞれの美しい言葉を紹介する。花冷えとか、秋晴れとか？そう。日本人が使う季節の言葉、めちゃくちゃ詩的なの。楽しみだね。次回も一緒に学びたいなら、チャンネル登録してね。今日の話、まとめると、天気を変えることはできない。でも、天気との関係は変えられる。受け入れることで心が軽くなる。日本人が教えてくれた大切なこと。天気は敵じゃない。毎日違う贈り物。雨の日には雨の良さがある。晴れの日には晴れの良さがある。それを感じる心を持つ。それが日本で生きる知恵。一緒にいてくれてありがとう。次回まで毎朝空気を感じて天気を楽しんでね。みんな素敵な一日を。またねー。傘忘れずにね。そう、忘れずに